皆さんこんにちは、わたたびです。今回は高知県にある温泉宿を訪れます。日本三大国道と呼ばれる国道沿いに佇む一軒宿です。場所は高知県中西部に位置する津野町。四国カルストのふもと、四万十川源流の山あいに佇む静かな温泉宿、豪六温泉に宿泊します。すごいね。わあ、すごいでかい。こんにちは。あ、逃げるんかい。すごい美味しそうに食べてるね。めちゃくちゃ大きいです。こちらはですね、四国カルストです。四国に来たらね、絶対に寄りたくなる場所です。四国カルストはですね、愛媛県と高知県の県境に広がっているカルスト台地で、日本三大カルストの一つに数えられています。石灰岩が長い年月をかけて雨水などに浸食されることで、この独特な地形が生まれました。草原の中に白い石灰岩が点在する風景は、日本とは思えないような景色ですね。今立っている場所はですね、標高1400メートルぐらいなんで、圧巻の景色です。周りはですね、雲海が発生してすごい景色になっています。眩しいね。ちょっとゆっくり見たいんやけどね、すごいね、景色が。もう雲海がすごいね。うわー、すごい。見て。はい、こちらは高知県天狗高原で、目の前にはですね、星降るビレッジっていうね、宿泊施設があります。この宿に泊まりたかったんですけど、天気が不安定だったんで、もう宿泊するの諦めました。星もね、すごく綺麗だったり、この宿泊施設の中でですね、プラネタリウムをね、体験できたりするので、またいつかね、泊まってみたいと思います。こっからの景色はですね、こんな感じで、雲海がね、本当にすごくて、雲の上にいてるような感じです。風がなかったらね、もっとすごい景色を見れたかもしれません。それではね、最初の目的地に向かいます。いやー、めちゃくちゃ寒いですね。今外の気温は13度です。この辺りはですね、
ウサギがねたくさんいてます。今の時期はこう子ウサギがねたくさんいてね、本当に可愛いですよ。雲海の中に入ったんでしょうか。視界が悪くなってきました。うわ、何も見えない。左でも何も見えないね。なんかあまり人を通らないんかな。ここ荒れてるね。荒れてるよね。この道をあと7キロぐらい走らなあかん。いや、これ通れるのかな。めっちゃ荒れてるやん。草がね。すごいよね。出た。いや、こんなん当たっていかないといかれへんじゃん。すっごい荒れ果ててる。ほら、ジャングル。いや、うわー、これね、予作よりきついわ。そうなの。予作なんて比べ物ならんわ。だって通れないもん。はい、この辺りなんですけど、駐車場があったはず。はい、こちらが駐車場ですね。到着しました。こちらはですね、聖神社です。この神社は断崖絶壁の岩場に建てられていて、その珍しい姿から土佐の投げ入れ堂とも呼ばれています。いつ誰によって建てられたのかははっきり分かってなくて、今も多くの謎が残されている神社です。この山深い自然に囲まれた場所にあって、実際に見るとその迫力に驚かされます。以前にも来たことがあるんですけど、ちょうど1年前ぐらいに参道が修繕されたと聞いてまた来てみました。この地域では過疎化や高齢化が進んでて、神社の参道の維持管理が課題となっています。地元の方々によって参道の修繕が行われたんですけど、こうした課題は今も続いています。それでも地域の皆さんが協力しながら、この貴重な神社や景観を守り続けています。こちらの休憩所の前はですね、滝があります。水量があって力強さを感じるような滝ですね。で、こちらの神社の参道の入り口がですね、駐車場から少し歩いた場所にあります。こちらがですね、聖神社の参道の入り口になります。それでは参拝したいと思います。さっきの休憩所にはですね、杖も置いているんですけど、杖が必要なぐらい勾配な山道になっています。ミサって何ですかね。神社まではそんなに距離はありません。勾配な山道を一気に登っていくんで、結構ね、体力が必要になります。参道はこんな感じで続いています。2年とか3年前ぐらいに来たんでね、どんな場所だったか全然覚えてなかったんですけど、こんな綺麗な場所だったんですね。うわー、すごい。新しくね、道ができています。以前はこの木のね、階段を登ったんですけど、横に階段ができています。本当にこれはありがたいですね。よいしょ。
鳥居が見えてきました。ここからね本当に険しいんでね、覚悟を決めて登ります。険しいな。よし。昔の人がですね、こんな場所にこの石垣を築いたんでしょうね。すごいな。聖神社はここからさらに山道を登っていきます。でこちらに隧道があるんですけど、ここを通ってさらに山の中へ進んでいくと聖神社を一望できる展望場所があります。で今回はね展望場所には行かないんですけど、この隧道の先まで行ってみたいと思います。真っ暗。足元が全く見えません。結構長いですね。こんなに長かったかな。おお、この橋怖いんですよね。よし。あれこんなにも迫力あったかな。すごい。うわ怖い、揺れる。こちらにはね山道が続いてます。それでは聖神社を目指します。狭い。出てきました。なんか男心をくすぐる道ですね。聖神社はここをねさらに登っていきます。かなり険しいです。ここもそうですね。新たにねロープと鎖が設置されてます。結構急なんでこれは本当に助かります。よいしょ。洞窟がある。今日はねライトとか持ってきてないんで相変わらず険しいですね。でもこちらもね鎖が設置されてます。ありがたい。この辺りは鎖がなくても登れるんですけど、帰りはね鎖を持って降りた方がいいですね。こんな感じでまだ整備途中ですね。もしかしたらこの階段も新しく作ってくれたんでしょうか。昨日階段だったような記憶があるんですけど、足元が透けてるんでスリル満点です。こんな感じで断崖絶壁ですからね。ここも道作ってくれてます。以前よりも本当にね登りやすくなってます。ここが最後の難所ですね。難所というかこんな急な階段がね神社まで続いてます。よし。いやよし。到着です。よっしゃ。到着しました。こちらが聖神社の本殿です。
聖神社がいつ創建されたのかははっきり分かってないんですけど、現在のこの本殿は1879年に改築されたという記録が残ってます。つまり今見ているこの建物は明治時代に建てられたものということになります。こんな岩の隙間にですね、本殿が建っています。それではね、参拝したいと思います。よいしょ。中はですね、こんな感じで暗いんで、こちらの窓を開けます。窓を開けるとすごく明るいです。こんな感じの本殿です。断崖絶壁という厳しい環境の中で140年以上にわたって受け継がれてきた歴史ある建物です。記録には改築に携わった大工の名前も残されてて、山口県の長州大工によって作られたことが分かっています。ただこの場所に建物が作られたのはもっと古い時代だと考えられてて、少なくとも江戸時代後期まで遡るのではないかと推測されています。聖神社という名前なんですけど、祀られているのは不動明王です。神社でありながら仏教の不動明王が祀られていることから、修験道や山岳信仰との関わりがあった可能性も指摘されています。この断崖絶壁に立つ姿も修行の場として使われていたことを想像させますね。今から140年以上前に改築された建物がこうして今も断崖絶壁の上に残っています。そしてその始まりは今も謎に包まれています。そう考えるとなんだかロマンがありますね。こちらのノートにはですね、クリスマスイブに来たとか、北海道の知床から来たとかね、あとはわたたびの動画を見て来てくれたっていう書き込みがあったんで、すごく嬉しいです。自分の動画を見てここに足を運んでくれた人がたくさんいてることが分かって驚きました。ここまでのルートは勾配の山道が続くんですけど、距離としては200メートルぐらいかなと思います。はい、撮影しながらね登ってたんで時間は計っていません。であまり参考にはならないんですけど、帰りの時間を測ってみたいと思います。ここは何度来ても感動します。それではね下山したいと思います。で、今の時刻がですね8時31分なんで、帰りどれぐらいかかるか測りたいと思います。すがすがしい朝ですね。雲海見て、でこのね神社からの絶景素晴らしいですね。ちょっと帰り怖いですねよいしょ。この場所を保存してくれてる地元の方々にもですね、本当に感謝しないといけません。サワガニがいてますはい、戻ってきました。今の時間がですね8時41分なんで、ちょうど10分で降りてくることができました。で、下りなので行きは倍ぐらいの時間がかかると思います。なのでここから神社までは20分から30分ぐらいかかると思います。それでは次の目的地に向かいます。ここ電波が入らないんでちょっとナビが使えません。なので適当に向かいます。
集落が出てきたんですけど、この集落の横に目的地があります。うわー、レトロ、すごいここがね、公民館みたいで、この公民館の前に止めてみんな行かれてるようなんで、ここを止めさせていただきます。来た。降りてくとな、はい。ちょうど橋があるから、川水が流れて上からこう流れてきてから、はいはいあの山の上からな。はい。ありがとうございます。アジサイが綺麗で、公民館の前に止めていいかね、住民の方にお伺いしたら、全然止めていいよということなんで、止めさせていただきました。もうすぐ横は川が流れてます。でも歩いてね、すぐあるって言ってたんで、ここですかね。うわ、水きれい。これが滝か、すごい。で、沈下橋があります。すごい、これか。うわ、見てください、これ水の色がすごく綺麗。迫力ありますね。うわ、こっから急に寒くなりました。うわー、すごい。落差10メートル、15メートルぐらいでしょうか。結構ね、水量と落差があります。なかなか迫力のある滝で、この水の色とこの沈下橋がですね、高知県らしくてすごく良かったです。どこか懐かしい感じのあるこの街並みも素晴らしいです。はい、それでは次の目的地に向かいます。見てこれ、雪印の自販機雪印の自販機ってあってんやね、昔。布施ヶ坂という道の駅に来ました。で、この反対側にはですね、面白い滑り台があります。前回行ったんでね、気になる方は昔の動画をご覧ください。四万十定食か唐揚げ定食。四万十定食って言っても卵がついてるだけやもんね。唐揚げ定食にしました。ご飯の量も多いですし、この唐揚げの量が半端ないですね。唐揚げの量がすごいね。これ何個入ってる？夜ご飯食べれなかったらダメだと思って大盛りにしなかったんですけど、大盛りにしなくても大盛りでした。いただきます。美味しそう。すごくね、ジューシーで美味しくて、生姜効いてる感じと麹っぽい感じもするんですけど、どうなんでしょう。でもすごくね、美味しいです。1000円切ってて、このボリュームは本当にすごいですね。ごちそうさまでした。めっちゃ美味しかったんですけど、もう量がね多すぎてお腹パンパンです。この量で930円なんでおすすめです。他の料理ももしかしたら量が多いのかもしれません。今日夜から雨予報だったんですけど、
雨降ってきました。で、今からね、宿の方に向かうんですけど、宿は日本三大国道として知られる国道439号線にあります。国道と聞くと大変なイメージがあるんですけど、全線が走りにくいわけではありません。実際には改良された区間も多くて、宿へ向かうルートは比較的走りやすい道が続きます。なので、安心して訪れることができます。それでは宿の方に向かいたいと思います。で、ここからですね、国道439号線です。はい。で、こんな感じで、全然ね、険しい道ではありません。ここを左に曲がると、ちょっとね、道は狭くなるんですけど、離合する場所はあるんで、安心です。到着ですね。この左側に見えている建物がそうです。駐車場がこちらですね。お客さんだらけ。流行ってますね。到着しました。こちらが今回のお宿、豪六温泉です。四万十川源流域の自然に囲まれた全6室の小さな温泉宿で、ここの魅力は源泉かけ流しの温泉を貸し切りで楽しめます。もう一つの楽しみなのが料理なんですよね。四万十牛や土佐鴨など高知の食材をふんだんに使った重箱懐石で、重箱の蓋を開けるたびに3階の幸が並びます。実はね、こちらの宿には以前宿泊したことがあるんですけど、大きくリニューアルしたと聞いて再び訪れてみました。玄関入って、こんな感じの、館内となってます。入ってすぐこの左側はですね、こちらファミリールームになります。で、こちらに受付があって、受付の前に客室で、向こうにもね客室がもう一つあります。で、こちらがですね、で、こちらにはですね、煎茶、ほうじ茶、コーヒー、お水とお湯があって、でこちらにはですね、カップ麺が販売してます。でこちら左側ですね、こちらセルフカフェコーナーですね。こんな感じのセルフカフェコーナーです。かき氷にソフトクリームがいただけます。はい、クッキーバニラと抹茶があるんですけど、これをここにセットして作るみたいです。ソフトクリームは300円で、こちらのかき氷は100円でね利用することができます。かき氷機の下にはシロップがあるんですけど、いちご、練乳、マンゴー、抹茶のシロップがあります。ここに料金箱があるんで、こちらに代金入れて、こちらのアイスやかき氷が利用することができます。で、こちらですね、こちらがウッドデッキですね。よいしょ。はい、わあ、涼しいな。こんな感じのウッドデッキなんですけど、ここから聞こえる音はこの川の流れる音と、鳥の鳴き声しか聞こえてきません。で、緑に囲まれててすごく落ち着く空間です。
うわー、めちゃくちゃ綺麗。セルフカフェコーナーの横のこちらですね、本館のヒノキの湯という温泉なんですけど、撮影許可いただいたんで見てみたいと思います。まずこちらにですね、大きな洗面台がありますね。で、こちらがヒーリングルームですね。こちらにはですね、フットマッサージ機や、あとこちらにベビーベッドがあります。ヒーリングルームの横がですね、温泉ですね。はい、こんな感じの洗面台と脱衣所があります。こちらにはですね、ハンドソープとか、あとスキンローションとかね、置いてあります。扇風機もあるんで、湯上がりはここで涼むことができます。で、こちらがヒノキの湯です。いいですね。前回ここに泊まった時の記憶が蘇りました。こんな感じの浴室で、この中はですね、木のいい匂いがしてます。こちらに洗い場が2つあって、でこちらに湯船が1つあります。完全貸し切りなんでプライベート空間を楽しむことができます。よいしょ。よいしょ。木の板を投げたんですけど、こんな感じです。こちらの泉質はアルカリ性単純硫黄泉なんで、ほのかにね、硫黄の香りがします。多分ね、これ使ったらね、より硫黄の匂いを楽しめると思います。この空間自体はそんなに硫化水素の匂いはしません。源泉温度19度の冷光泉を加温した源泉かけ流しの温泉です。今日宿泊するお部屋はこちらです。で、こちら左側客室ですね。で、向こうにも扉があるんですけど、こちらも客室ですね。で、こちらが食堂です。で、この通路にはですね、水槽があるんですけど、貝がいてます。こちらにも貝がいてます。サザエとかもいてますね。で、こちらですね。こちらにはですね、花火が販売してます。花火もできるんですね。今回ね、宿泊するのは離れになります。よいしょ。この黒い建物が離れになります。で、離れの前にはですね、もう一つ、貸し切りの、お風呂があります。で、こちらなんですけど、テラスですね。川辺のテラスで、バーベキューも楽しむことができます。この自然に囲まれたテラス席で火を囲みながら夜を過ごせるなんて最高ですね。で、こちらはね、プランの内容の一つなんですけど、コーヒーセットですね。ミルとかコーヒー豆が入ってます。で、こちらのお重は何でしょうか。よいしょ。おー、すごい。こんな重箱が出てきました。わ、すごい。お月菓子ですかね。白玉団子とか、あとこちら、粒あんって書いてるんですけど、お団子ですかね。はい。あとゆずあん、そして抹茶あんがあります。で、この下は、すごい。もなかですね。しかもなんか可愛い形をしたもなかがね、たくさん入ってて、そう、なるほど。これはお団子じゃないですね。あんですね。あんをこのもなかに挟んでいただくだと思います。きな粉に黒蜜もあります。こちらのもなかめちゃくちゃ可愛いですね。クジラのもなかに魚ですね。鮎でしょうか、川魚でしょうか、お城のもなか、そして貝のもなかに
はい、こんなもなかがセットでついてました。でちなみにこちらはですね、好きなタイミングでね、用意してくれます。夕食前に食べるのはお腹いっぱいになっちゃうんで、チェックインした時とか、あと温泉に入る前にいただくのがいいと思います。じゃあね、早速コーヒー入れていただきたいと思います。うまい。あんこにします。白玉をのせて、お白もなか完成しました。いただきます。白玉が入ってるか入ってないかだけで全然違うと思う。これ美味しい。甘さ控えめやね、このあんこもね。皮を眺めながらね、もなかとコーヒーを楽しめます。もなかとコーヒーいただいてきました。で今回宿泊するのが、こちらです。301と302、扉は2つあるんですけど1つの建物になります。こちらの302がですね、玄関になります。この離れの前にはですね、テラスがありますね。こちらのお風呂も予約したんで、先にね、まずこのお部屋をご紹介してからお風呂に入りに行きたいと思います。よいしょ。玄関入ってすぐですね、こちらに靴箱とウォーターサーバーとか、あと電子レンジでポットとかね、いろいろ置いてあります。はい、コーヒーマシンもあります。はい、玄関すぐ横にはですね、ソファーとテーブルがあります。この向かいにですね、和室があります。はい、こんな感じのすごくね、大きなテーブルですね。こんな感じのお部屋で結構広いですね。こちらにですね、フェイスタオル、バスタオル、そして浴衣用意してくれています。あとこちらにドライヤーもありますね。ドライヤーに、そしてアメニティ、ボディタオルと、シャワーキャップがあります。このソファーの前にあるこちらの扉がね、寝室ですね。はい、こんな感じの寝室で、全面に窓があってすごく明るい部屋です。今ね、電気も何もつけてないんですけど、かなり明るいです。でこちら洗面台にはですね、こういうアメニティですね、歯ブラシとか、櫛とかね、置いてあります。こちらはですね、302なんですけど、302号室と301号室はつながってます。でこちら扉を開くと、もう301号室ですね。はい、こんな感じの空間で、こちらですね、301号室の扉入るとすぐですね、ワンちゃん用のお部屋になります。なのでペットと一緒に泊まれるお部屋になります。ごめんなさい、ペット飼ってないんで、これをゲージっていうんですかね。はい、ワンちゃん用のね、寝床があったりとか、あとこちら餌用のお皿とか、あとペットシートなんかもね、用意してくれています。洗面台もあります。でワンちゃんがね、こっちの部屋に行けないように、こんな感じで仕切ることができます。なのでこちらの部屋をワンちゃんが汚したりね、傷つけてしまう心配もありません。これはいいですね。お部屋はこんな感じですね。かなり広いお部屋になります。6畳ぐらいの広さの和室が2部屋あって、でこちらにくつろげるスペースがあって、で向こうのお部屋にですね、寝室があって、でこの301号室の玄関にはワンちゃんルームがあります。こちらがね、館内の案内図になるんですけど、玄関入ってすぐ左側はファミリールームです。こちらにセルフカフェ、そして突き当たりにヒノキの湯、2階が内風呂付きの特別室ですね。受付の横が食堂ですね。食堂の前には3部屋あります。で今回宿泊しているのはこの本館を出て、こちらの離れですね。離れの前にウッドデッキがあって、
ですぐ横に離れの湯があります。で、離れの湯からですね、河原に出ることができます。チェックインが15時で、チェックアウトが10時ですね。こんな感じの全6室の小さな温泉旅館です。宿泊者はですね、コーヒーとお茶はね、無料みたいです。それではお風呂に行きたいと思います。よいしょ。部屋を出てすぐですね、こちらです。こちらがね、離れの湯です。はい、では早速ね、中見てみたいと思います。よいしょ。さっきのお風呂もこっちのお風呂もそうなんですけど、タオルはありませんので、部屋から持ってくる必要があります。ドライヤー、そして、いろいろね、フェイスソープとか、さっき、向こうの、貸し切り風呂にもあった、こういうスキンローションとかね、置いてあります。はい、で、こちらがトイレですね。よいしょ。はい。こんな感じのトイレです。こちらが浴室です。よいしょ。こんな感じのお風呂です。はい。こちらのお風呂はですね、大きな窓がですね、2面あるんで、自然を感じることができます。すぐ横は川なんですけど、ちょっと見にくいですね。こっちはですね、緑がね、すごく綺麗です。なのでね、ヒノキの湯とこちらの花の湯、それぞれ選べない良さがあります。それでは入浴したいと思います。無色透明のお湯です。で、温度はですね、どれぐらい、40度ぐらいですかね。長湯したくなるようなちょうどいい温度ですね。このお湯はですね、肌当たりが優しくて、で少しだけとろっとした肌触りです。こちらはね、天然温泉なんで、天候によってこの湯量とかね、香りが変化することもあるんですけど、その日の自然状況によって温泉の表情が変わるのもこちらの特徴です。川の流れる音がたまんないですね。で、この緑に囲まれて最高です。この川のそばまでね、降りれるんで行ってみます。目の前まで行けますね。なんなら泳げますね。結構深いです。泳げるぐらい深いんですけど、結構ね、流れがありますね。自分泳げないんで、そのまま流されちゃいそうです。はい、それではね、夕食の時間になったんで、食堂の方に向かいます。よっ、はい、こちらですね。で、こちらにはですね、お一人様一皿限定でですね、鴨そばとかですね、デザートがあります。あとこちらにはご飯、そして薬味そばつゆが置いてあります。こんな感じの食堂で、今回はこちらの座敷でいただきます。前回もね、ここでいただいた記憶があるんですけど、こちらが先付けなんですけど、川エビの唐揚げ、そして食前酒のゆず酒で、こちらアメゴの卵で黄金いくらっていうみたいです。いただきます。いただきます。まずこちら食前酒のゆず酒ですね。いただきます。飲みやすい。ゆずの風味が効いてて美味しいです。黄金いくらっていうのいただきます。このままね、口に運ぶみたいですね。
あ、めっちゃ美味しい。いくらに近いんですけど、またね違いますね。めっちゃ美味しいです。こちらすごい二段重が来ました。まず海鮮ですね。こちらで焼くそうです。でこちらにはね、サザエに、そしてイカのゲソ、そして大赤エビに長太郎貝っていうんですかね、きびなごの一夜干し、ニラギの一夜干し、メヒカリの一夜干し、そしてこちら牡蠣のガーリックバターですね。ホンビノス貝です。でこれだけじゃないんですよね。この下にですね、四万十牛の特選ローストで、この手前が特選カルビで、この右側ですね、こちら土佐鴨のハツと、でこちらは四万十鶏のもも燻製風味で、この下にはですね、獅子肉のベーコン、右下は四万十麦豚の肩ロースにで豚トロですね。はい、こんな感じで、海鮮とそしてお肉も楽しめます。魚介類を焼いてる間にですね、こちらの鴨そばいただきます。薬味もいろいろあったんですけどね、めんつゆだけにしました。いただきます。鴨肉も美味しい。このそばとよく合うわ。美味しい。だいぶね、いい感じに火が通ってきました。サザエなんかもグツグツしてますね。見た目はホタテです。美味しいね。ハマグリみたいそんなね。ハマグリとアサリの中間みたいな。美味しい。おお、綺麗に取れた。美味しい。エビも焼き上がりました。魚介を焼いてるんで説明しなくてもね、多分わかると思うんですけど、皆さんがね想像している味です。うまそう。ほんのりバターの風味でガーリックがバーンってくるね。うまい。刻みニンニクやね。美味しいね。この魚かわいいね。ちっちゃいね。やっとお肉にたどり着きました。いい感じにね焼けてきました。めっちゃ燻製。なんかソーセージ食べてるじゃん。そうなんだ。獅子肉ベーコン。こちらね、獅子肉のベーコンです。いただきます。普通のベーコンやね。獅子肉って言われてもわからんが、歯ごたえのある感じのベーコン。四万十麦豚の豚トロ。全然しつこくないな。くどい感じがないね。なんか油がサラッとしてる。カルビはね、肉の旨味がねすごくあって美味しいです。セルフコーナーからデザート取ってきました。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。めっちゃ美味しかったです。四万十の牛、豚、鶏が味わえて、自分でね焼いて食べるスタイルがいいですよね。熱々の料理が食べれるんですごくいいと思いました。肉だけじゃなくてこの海鮮があるのもいいですよね。もうお腹いっぱいです。もしかしたらねホタルが見れたのかもしれないんですけど、大雨なんでね今日は見れないと思います。この後はね部屋でゆっくり過ごしたいと思います。おはようございます。まだ雨降ってますね。それでは温泉に入りたいと思います。よいしょ。
朝食の時間になったんで食堂の方に向かいます。よいしょ。こちらですね。おはようございます。おはようございます。これね。で、こちらがね、朝食です。自家製の温泉卵に鮭の塩焼き、冷ややっこの酒盗添え、四万十鶏のハーブチキン、人参とごぼうのすり身天、四万十麦豚の豚しゃぶ、季節の彩り野菜サラダ、温泉水で炊いたご飯です。それではいただきます。白味噌かな。白味噌のこの甘い感じがいいよね。よいしょ。おかわりしてきました。温泉卵をかけた瞬間、食べ物から飲み物に変わる。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかったです。だいぶ降ってますね。すごい。こんだけね雨降ってるんですけど、川の水はねほとんど濁ってません。朝食食べてきました。チェックアウトするんですけども、こちらの気になる宿泊料金のご紹介します。こちら離れのお部屋で1泊2食付き、大人1名24,200円でした。高知の食材が楽しめて本当に良かったです。一番安いお部屋で1泊2食付き1名17,050円で宿泊することができます。本館ではなくてこちらの離れでね、静かに過ごしたい方とか、あとペットとね一緒に泊まりたい方はこの離れの宿に宿泊するのがいいのかなと思います。温泉付きのお部屋はですね埋まってて予約を取ることができなかったんですけど、個人的にはそっちのお部屋がねすごく気になりました。で、このお部屋と同じ料金で部屋に源泉かけ流しの内風呂がついているんで、かなり魅力的だと思います。1人当たり24,000円ぐらいで高知の食材が楽しめて、でお部屋にね源泉かけ流しの内風呂がついてるのは魅力的で安いと思います。実際泊まってないんでどんな感じのお風呂でどんな感じのお部屋はわからないですけど、この内容だけで見るとかなり安いと思います。静かな時間を楽しみたい方とか、この自然を楽しみたい方はぜひ訪れてみてください。それではチェックアウトします。それではね、次の目的地に向かいます。よし。今回は高知県の山奥にある宝禄温泉に宿泊してみましたが、いかがだったでしょうか。気になった方はぜひチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。